ウガンダ北東部カラモジャ地域、半乾燥地帯のこの地でテラルネッサンスによる人々の命をつなぐプロジェクトが進んでいます。テラルネッサンスカラモジャ事務所長の川島彩香と申します。このカラモジャ地域はウガンダ全土の中でも開発が遅れている地域として有名な地域です。私たちが活動を始めた2022年頃、毎月100名以上の方が飢餓によって亡くなっているという状況がありました。でそんな中で私たちはまずは本当に目の前の命をつなぐっていう緊急の食料支援を始めました。When we moved to the village is actually the condition of it were not good. ここの皆さんがどんなことだったら自分の力で自分の生活を立てていけるかっていうのを考えたときに、水さえ持ってくれば農業ができるっていうことに気づきました。建設した62メートル ×100 メートルの巨大なため池を活用した灌漑システムにより、乾季でも農業が可能となりました。こうした基盤のもと、AIN の支援により、2024年から営農養殖を通じた生計向上と栄養改善プロジェクトが開始されました。7つの村、150世帯、約1050名を対象に5グループによるグループ農業がスタートしました。農業技術研修のほかに、読み書きや計算などの基礎教育から栄養教育、調理実習、家計管理、マーケットのビジネススキルまで包括的に支援しています。AIN 支援2年目からは、ため池を使った養殖のトライアルに挑戦し、ティラピアやナマズの稚魚の放流を行いました。私たちは自然を相手に農業をしているので、やっぱり天候の変化に、全ての活動予定が左右されてしまいます。本来であれば4月から雨が降るところ、今年はもう2月3月から雨が降ったりで畑が流されてしまうとか、そういった自然の変化にうまく対応しながら臨機応変にやっていくっていうところが難しいなというふうに感じています。しかし巨大なため池では餌やりや魚の管理が難しく、アリゲーターやオオトカゲなどの害虫被害や満水時に稚魚が流れ出てしまうなど、安定養殖に向けた課題に直面しました。また研修では代理出席による課題が発生しています。 We have the 150, but when time for training comes, different people comes on that day. The next day we receive different people. That makes the training. 養殖の課題には、新たに管理がしやすく害獣対策も可能な15メートル ×20 メートルのため池を2つ、規模を小さくすることで安定した養殖に向けて再トライアルを行っています。また仕事量の差も対話やルールで乗り越えています。個々の課題は一つずつ乗り越えていますが、出席率やリーダーシップの差といった協同組合としての運営にはまだ課題が残っています。皆さんのマインドが変わったからこそ、自分の力で自分で畑を耕してで収入向上をして、お家の中の鶏とか家畜を飼ったりしてる方もいます。新鮮な野菜を継続的に食べることができるようになり、子どもがエネルギッシュになった、肌ツヤが出たという声も上がっています。そしてグループによっては、野菜の販売収入は昨年の約3倍に達し、利益配分も年2回に増えました。またグループ貯蓄も行われ、それを使ったローンの仕組みも構築されています。
mi kukuna mulu ya pedere robana bunya naglo shoki na bajok kala kharti na kwanda. When our farmers are actually self-reliant, they are able, we shall feel so happy when we look at the 自分たちだけで運営していくことが一番の目標です。で、ひいては私たちテラルネッサンス全員が失業する、それが私たちの究極のゴールになっています。